真夏に撮影した水着の写真を簡単に真冬に変換してしまう Google ナノバナナ。それがさらに進化してナノバナナ2になったんですが、これ期待してる人間違っています。多くの無料ユーザーにとってほとんど意味ありません。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。ついこの間2月末に Google ナノバナナ2が登場しました。私自身ジェミニに課金して AI プロプランを使っているんですが、それでもなお制限がかかるぐらいのゴリッゴリのヘビーユーザーです。なのでナノバナナ2ものすごく期待していたんですけれども、あんまり期待しない方がいいです。これいや、わかりますよ。ネットの世界ではナノバナナ2で神アップでとか驚愕進化でやばすぎるとか、そんなのばっかり見かけると思うんですが、様々な角度から検証したところ、ほとんどの人にはあまり意味がないアップデートだということが分かりました。残念。一体どういうことだったんでしょうか。今日お伝えする内容は次の3つです。1、ナノバナナ2の進化のポイント。2、期待してはいけない4つの理由。3、検証の結果分かったこと。以上の3つをさっくりと、そしてしっかりと解説していきたいと思います。ナノバナナ2の正しい評価を知りたい人はぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは楽しく分かりやすくをモットーに、デザイナーやクリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ていくうちにスキルアップするはずです。 YouTube よりも本格的に学びたいという方は私の有料講座もおすすめです。高評価とともに概要欄をチェックしてみてください。ナノバナナ2進化のポイント。この画面がジェミニの画面です。まずはナノバナナ2がどんな風に進化したのかを確認していきたいと思います。この進化のポイントを知らないことには評価もできませんからね。で、進化しているポイントは主に3つあります。生成速度が劇的に向上した。従来のプロモデルと比較して3倍から5倍の速さになったということなので、実際にどれぐらい速くなったのか検証してみたいと思います。で、検証する画像がこちらです。以前ナノバナナの動画を作成した時に使った水着の女性です。その時はプロンプトで背景の海を雪景色にしてくださいと言って生成したのがこちらなんですが、ナノバナナ1との比較もできるので、こちらの画像を使っていきたいと思います。で、画像をドラッグ&ドロップで登録しまして、プロンプト、前回と同じこちらのプロンプトでいきたいと思います。背景を大雪が降る冬のシーンに変換してくださいということで、全く同じにはできないとは思うんですけれども、そもそも前回が英文でやっていたところもあるんですが、日本語で正しく理解できるのかっていうところも合わせて検証していきたいと思います。で、送信で、ナノバナナ2読み込んでいますということで考えてますね。本当はここから画像作成っていうのが選べて、これを指定することでできるっていう説明だとは思うんですが、基本的に私の意図を組んでですね、やってくれています。4秒から6秒とか言ってますけれども、全然そんな早くできます。うわ、なんか変なことしたな、おい。はい。なぜかほっぺたが赤くなってしまいましたが、はい。これがナノバナナ2で出来上がった画像です。ナノバナナ2が高速モデルということで、少し品質が落ちる代わりに速いという特徴があるモデルです。4秒から10秒ぐらいで終わってしまうという話だったんですが、全然そんなことなくしっかり考え込んでいます。ちなみにプロでやり直すときは、ここのメニューのプロでやり直すという選択をしてあげます。そうするとナノバナナプロで読み込んでいますということで、プロというのが有料ユーザーのものなんですが、プロで生成されるということですね。出来上がったみたいですね。どうだろう、目おかしいな。はい、ということでした。早くなってますかね、これ。いや、言うほど早くないよ。あくまで理論上は早くなっているっていうことなんですが、もうこの時点からあまり期待できない進化になっていそうです。多言語での文字生成がパワーアップした。
以前のナノバナナは日本語をうまく表示することができませんでした。以前に検証した時は歌舞伎町の画像を龍が如くというゲームで登場するカムロ町という文字に変更してくださいというプロンプトをやったら、こんな感じでですね、全然違う言葉になってしまったっていう、そのぐらい日本語をうまく扱うことができなかったんですけれども、日本語がうまくなったということなので試してみたいと思います。これもまた同じ条件ですんでね、これでどうなったのかっていうのが結構参考になるんじゃないかなと思います。カムロ町一番街に変更してください。これで行ってみたいと思います。おー、できてますね。カムロ町一番街出来上がりました。確かに日本語ちゃんと表示できるようになりましたね。素晴らしい。ちょっと暗くなっているところはありますけれども、以前がこれだったんでね、読めるか読めないかは全然違いますよね。なるほど、素晴らしい。これをじゃあプロでやり直してみたらどうなるでしょう。ほぼ変わりないですね。ほぼ変わりません、これは。プロと変わらないっていうのはプラスの評価でしょうかね。ナノバナナ2が無料で使えるわけですから、プロと変わらないっていうのはいいことだと思います。リアルな世界の知識とツール連携が強化された。ウェブでの検索や Google マップの情報を参照して実在するランドマークや最新の情報を元にした画像を生成できるようになりました。実際に試してみると現実世界とリンクした精度の高い画像が作れるようになっているそうです。試してみたいと思います。では渋谷のスクランブル交差点でお願いします。生成されたのがこちらです。これはうまくできているのかどうなのか Google マップで確認してみたいと思います。で、これが Google マップですね。同じような角度に合わせてみたいと思いますが、どうでしょうか。だいぶいいですね。看板なんかもかなり一致していると思われます。以前はそれっぽいものしか再現することできなかったんですけれどね、これはかなり近いものがありますよね。このように確実に進化はしているんですが、それでも私が期待してはいけないという理由は何なんでしょうか。次でお話ししていきたいと思います。続いて期待してはいけないという理由を解説していきます。理由は大きく4つあります。1つ目、無料で使うライトユーザーに速さは実感しにくいです。先ほどの映像を見てもらっても分かる通り、私の検証でそれほど大きな時間の差はありませんでした。触れ込みでは1回の生成で10秒や20秒近く速くなるという話だったんですけれども、実際計測するとこんな感じです。で、たとえこれが速くなったとしてもですね、無料版では1日20回という生成の上限があります。1回でたとえ10秒20秒速くなっても1日20枚の上限は変わらないので、最大でも200秒から400秒くらいしか変わらないっていうことなんですよね。大した恩恵はないんですね。早く上限の壁にぶち当たるようになったっていうのがリアルな感想なんじゃないでしょうか。で、2つ目、日本語で図解する場合に関してもまだ修正が必要。例えばこれも前の動画で使った素材そのままなんですけれども、これをインフォグラフィック的に図解してください。なんかちょっと混同し始めちゃってなんかわけわかんなくなってきます。ただ私が言いたかったのは、このネギを刺して鴨肉とか、そういったことを言いがちなんですよね。日本語がうまく生成できるようになったからとしてそれが意図したものにならないっていうところが一番のネックかなというふうに思います。日本語で生成する場合に関してもまだまだ修正が必要っていうことですね。もうそもそも意図しないものが出来上がったりとか、結局のところ誤字があってみたりとか、図解で間違えている部分があったりとか、2024年とか
全然関係のないことを生成してしまうので、これを修正していこうとするとめちゃめちゃ時間がかかるということなんですよね。結局のところ、文字はいられや Photoshop などのデザイン系ツールで文字を入れ直すのが前提になるんじゃないかなというふうに思います。普通にこの具材を図解してほしいだけだったんだけど、ちょっとなんかプロンプトが悪いのかな。これをじゃあプロでやり直してみたらどうなるでしょう。この鴨南蛮の画像についてインフォグラフィック的に具材を図解してください。これでいきたいと思います。イラストになりましたね。写真を変更してはいけません。図解はうまくいきましたね。その代わり文字が崩れていて怪しいところが何箇所か存在するようです。4K 出力と言いながら 4K に満たない出力画像、ナノバナナ2で 4K で出力できるようになったということなんですが、実際出力されているのは 2816×1536 ということで 4K には満たないんですね。昔よりは高画質になったとアピールはできるとは思うんですが、 4K には届いていないため過度な期待は禁物です。そして生成できるものがマイルドになった。以前より生成できる画像にブレーキが大きくかかるようになりました。実は先ほどの雪景色の画像でもこんなエラーを吐き出していました。今回は日本語で入力していきたいと思います。人物の画像を作成することができますが、そのような実在の人物を描写した画像は作成できません。エラーが出てしまいましたね。うまく生成することができませんでした。これ今までにあまりなかったエラーですね。こんなこと起こるんですね。少しエラーが発生しすぎていて取り直していきたいと思います。実在の女性でなくて別の似た女性に置き換えてくださいと。ただし水着のままで表情やポーズは一切変更しないでくださいということにしました。これでやってみたいと思います。ダメだ、やってくれない。1回目のはたまたま運が良かったのかうまく生成できたっぽいんですが、そもそも生成できなくなっているっていうことがあったりします。このような制限が目立つようになっているのがナノバナナ2です。ということで今回はナノバナナ2期待してはいけない理由について解説していきました。結局のところ無料プランを使っている人にとって正直あまり変わらないはずです。生成速度が速くなったといっても1日最大20枚、時間にして数分に満たない程度の違いです。そして日本語が生成できるようになったといっても結局修正が必要で、そのまま使えないっていうんであればあまり使い勝手が変わらないという結論にたどり着くかと思います。さらには生成できるものもマイルドになっています。これはおそらく企業コンプライアンスに配慮した結果なんだと思うので、責めることはできないんですけれども、一ユーザー視点でやや使いにくくなっているなっていう進化になっています。といった理由から個人的には YouTube とか SNS とかやたら絶賛している人いると思うんですけれども、一回落ち着けようという気持ちで動画を作成してみました。皆さんは今回のアップデートどう感じましたでしょうか。ぜひコメント欄で教えてください。異論反論受け付けます。ということで今回の動画は以上となります。イラストレーターの基礎をしっかり学べる私の本気の有料講座も大変好評をいただいています。また私のいられの本も発売中です。どちらも YouTube では扱っていない内容も多数含んでいますので、興味のある方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。